こんにちは、読むキャラの中村です。今日は元能の話をしたいと思います。で、元能って本当に毎日使うんですよね。毎日使います。で、もうめちゃくちゃシンプルじゃないですか。鉄に木の棒がついてるだけみたいな。で、のみを叩いたり、釘叩いたり、あと、物を入れるのにちょっと叩いたりとかっていうのに使うんですが、もう他の飲み抜こかんなとかっていう手道具がどんどん機械道具に置き換わっていってしまう中、もう唯一これから先もずっと使える道具なんじゃないかなっていうふうに思っています。で、だからこそすごい、高いものである必要はないと思うんですが、だからこそ自分の気に入ったものっていうのを見つけてもらえればすごくいいんじゃないかなというふうに思っています。で、その辺の参考になればなと思って、今回ちょっと話をしたいなと思いました。はい、ではよろしくお願いします。はい、元能ですね。元能の話です。要は金槌ですよね。大工だけがこの金槌のことを元能と呼んでいます。で、なんで元能っていうかというと、昔、元能さんという和尚がいらっしゃって、でその和尚さんが殺生石という殺すに生きる死っていう、もうザ妖怪みたいなのは、妖怪ですよね。妖怪の石があったんですよね。でその石を、大きな鉄のハンマーで、やっつけたっていう伝説があって、そこから、大きい鉄のハンマーを元能と呼びましょうというふうに、言われたそうです。それが由来だそうです。だからもう和尚の物理攻撃っていう呪文とかじゃないんだなっていう衝撃を覚えましたけど、でそれの名前を代々引き継いでるっていうのも誉れ高いことですね。現代区はそれを元能って呼んでるっていうところはすごいいいですよね。誉れ高いなというふうに感じています。で、元能を選ぶときなんですが、まず形ですね。形、いろいろあるんですが、この両口っていうタイプか、船出かっていう、この2択から選んでいただいて、あとはそれぞれの重さと、柄の長さを決めていくという形になります。で、この形でいうと、まずこの両口タイプの特徴は、重さのバランスがすごいいいですよね。あと、こっち側が平らになっていて、こっち側が凸になってます。で、この平らな方で釘を叩いていって、最後締め付けるときにこの凸の方でバンって叩くと。で、この平らな方で最後バンって叩いちゃうと、その角がこの出っ張ってる角の部分がついて、板が傷ついちゃうんですよね。なので、この凸の方を使って、バンって叩くと、全体的にポコってへこむような感じになる。で、切って湿気吸ってまた元に戻るので、それで最後これでパンって締めれば、板に傷つかずに使えるよという。すごいシンプルなんですが、ちょっとした工夫ですよね。やっぱここがすごいとこですよね。叩けばいいじゃんっていう、このシンプルな中に、せっかく両方あるんだから、平らなものと凸の方をわざわざ作るっていう、この発想が日本の職人さんの素晴らしいところですよね。別に平らと平らでよかったじゃんとか、別にそこまでするみたいなところがここの中に詰まってるっていうところが素晴らしい。で、それに対してこれは、船出元能と言われていて、船屋大工さんですね。船を作る大工さんが使っていた元能です。で、左右、こっち側で釘を叩いて、こっち側でくさびを締め付けてたらしいです。で、船作るときってくさびをバッコバコ入れるらしくて、ここでバンバン入れてたんですよね。で、左右のバランスが、こっち側が明らかに重たいですよね。で、逆にこっちが重たいことで、この打撃力が強いと。先端が重たい方が重量加速度的にこっちの方がいいらしいです。同じ重さの、両口と、船出だったらこっちの方が破壊力があるとか、打撃力があるというのを見ました。はい。で、大工さん、北海道の大工さんは多分9割ぐらい船出ですね。両口を現場で使ってる人ってあんまり見ないですね。ほとんどこっちの船出大工の方を使ってると思います。
と、重さは、問目っていう単位で昔から言われるんですが、これが80問目で、これが100問目、で、これが120問目ですね。になってます。で、それぞれ、100問目で 380g ぐらいだと思います。ちゃんとしたのをここに出しておきます。で、現場で使われるとしたら、この大工さんが現場で使うのは80、100、120問目になると思います。で、加工とかをして、のみをバクバク叩くときは、150名、これ多分150問目だったと思うんですが、150問目とあと200問目とか、そういう大きな弦のもあります。で、それは主に加工用ですね。なので、普段使う弦ので言ったら、80、100、120の中から選んでもらえればいいと思います。はい。あと、柄の長さなんですが、一般的にはこの頭握って、ここまでの長さ、肘の付け根までの長さが一番いいと言われています。なので、お店に行って、そうですね。ホームセンターだとこの全部ついた状態、これで売ってるので、重さと形と重さと、あと柄の長さこうやって折って、これがいいかなっていうふうに選んでもらってもいいですし、僕はすべてこの頭だけ、弦能の鍛冶屋さんというのがいらっしゃって、ここだけを作ってる職人さんがいらっしゃるんですよね。で、ここだけを買ってきて、自分の好みの柄を仕込むっていうのを僕はしています。で、全部そのタイプですね。で、その自分で柄を仕込むいいところは、やっぱ職人さんの手作りの部分の頭を変えるっていう部分と、機械で大量生産されたものではなくて、一つ一つ作られたものを、使えるっていうことと、あとは、柄が折れた時にまた自分で付け替えれるっていうところですね。あと、柄をいろいろ選べるっていうのもやっぱ、すごいいいポイントだなというふうに思っています。で、柄も、僕、ほとんど菓子なんですが、これはグミの木ですね。グミの木です。グミの木は衝撃を吸収してくれる力が、弾力があるので、叩いた時に手に衝撃が伝わらない。バイーンってならないと。衝撃を吸収してくれるという特徴があります。で、他にも、これ、グミの木ですね。こういう状態から仕込む。これがあと、青玉ですね。バットでよく使われる木材です。で、この青玉と、あとこれ菓子です。でこういうのをまとめて買っておいて、使いたいときに、仕込むっていうのをやります。あと他にも、バット系で言ったらメープルもいいですよね。メープルも衝撃吸収して丈夫ですし、メープルもいいなと思うし、あと、石屋さんが使う牛コロっていう木もすごくいいそうです。牛を殺すって書いて牛コロって言うんですけど、すごく、それも丈夫ですごく衝撃を吸収してくれる木だそうです。だから弦能、すごい好きなんですよね。やっぱりこのシンプルなのに、ここと平らと凸ってあるのみたいな。そういうのもすごいし、あと、その頭の形があって、絵の種類ですよね。何がいいかなみたいな。メープルでやってみようかなとか、歌詞もいいなとかっていう絵を選んで、さらに絵の長さとか絵の形も自分で作れるっていうのがやっぱいいとこだと思うんですよね。これが加工用で使ってる系の120問目なんですが、これ現場で使ってるので、長さを変えてるんですよね。弦ののみ使うときって体と叩くものの距離が近いので、短い方が使いやすくて、で、現場の時ってそれが遠いので、普通の一般的なこのサイズにしてるっていうですね。なんか設営とかする人すっごい長いの使ってる人います、ね。めちゃくちゃ長い。脚立登らなくていいんだみたいな、そういう人もいるし、その用途に合わせて絵も変えれるっていうのもいいし、絵の形ですね。このディテールの部分も、僕は若干内側に曲げてるんですね、こういうふうに。これシンプルにまっすぐにしたやつなんですけど、絵の部分だけちょっと内側に曲げてて、あと、弦の握るときってすごい根元を持ちます。こうじゃなくて、こうでもなくて、ここですね。
を握りやすいように、ここをなんかこう、形を作っていくっていう。なんかそこもなんかこう、ハマりどころなんですよね。こういう方がいいかな、みたいな風にやって削って作ってるっていうのもやっぱ、すごい楽しいですね。はい。で、別に高いものをわざわざ買う必要はないと思うんですよね。僕の祖父が農家なんですが、なんか結構大工道具とかいろんな道具を持っているので、その祖父の道具を、形見じゃないですけど、なんかこう大切に使ってるっていうものもたくさんあって、で、僕の掛け屋とかそうなんですよね。掛け屋って言ってこう、大工の源さんが持ってるでっかいハンマー、木のハンマーですね。あれとかは、じいちゃんの納屋にあって、めちゃくちゃでかかったのをこう、一回りさらに削って、それでもでけえなみたいなやつなんですけど、なんかそういうふうに、こう、形見みたいな感じで使ってるっていう道具もあるのをすごい大事に使ってます。で、ただこう、うちのじいちゃん、こう、鍛冶屋、溶接とかをすごいする人だったので、元能がこう、元能じゃないですよね。鍛冶屋さんの元能なんですよ。こっち側が、もう形全然違うんですよね。この先っぽがこう丸くてこう、プルンってしてる。あれなんていうんですかね。なんかさすがにこれ違うなっていうふうに思って、元能に関してはこの形見的なものがないんですが、でも本当にシンプルがゆえにずっと使えるので、そういう、誰かから譲ってもらったとか、なんかそういうものも大切にしていけるっていうのも、すごいいいなというふうに思います。はい。なのでなんかこう、皆さんもすごい気に入ったものがあれば、見つけてもらえればいいなと思います。はい。で、今度、もう元能買うことないかなとは思うんですけど、買うことないかなと思いながらもどんどん増えていくんで、また買いそうな気はするので、絵が折れた時とか、また新しいの買ったよっていう時に、仕込み方のやつも、今度機会があればやりたいなと思います。そうなんですよね。こう、最初100問目買って、そうですね、100問目を、これですね、最初にこれを買って、これ、菱管っていう、芸能なんですけど、これヤフオクで、デッドストックのやつを、多分2、3000円とかで買って、絵を仕込んで使っていました。でも、周りの先輩の大工さんが、すごいスピードでこう、釘バンバン打ってくるんですね。2回、3回とかでこう、縮めていくので、僕そんなに力持ちなタイプじゃないので、この力を補うためには、この元能のヘッドを重たくすればいいなと思って、この120問目に買い替えました。でこれが、後期ですね。後期っていうのかな。ヒロインに輝くっていう、鍛冶屋さんの元能ですね。で、ずっとこれを使っていて、で、今年の5月ぐらいに、ちょっと最近120問目重たいなと思って、腰道具がとにかく重い。軽くしたいっていうのがあって、今この80問目の、これも後期ですね。後期の120問目っていうのを使っています。で、僕はやっぱステンレスよりもこの鉄の系のが好きで、錆びるんですけど、その錆びていくのもいいんですよね。錆び落とした時の質感っていうか、木のこの劣化感っていうか、この傷ですよね。ビカビカに使っているよりも、この使われたこの、鉄の摩耗感みたいのがまたいいなぁと。ここの部分とか、狭いところとかで横で叩くんですよね、釘。だからこの辺がこの、傷ついてる。この姿もまたいいなぁっていう、はい、マニアックな話っていうことです。はい。なんか、よくわかんなくなりましたけど、という言論の話です。はい。どうもありがとうございました。